がんはですね、遺伝子の異常によって発生することが分かってます。細胞の中の遺伝子に傷がついてしまって異常な RNA ができてきて異常なタンパク質が出てくることが分かっています。それがどんどん増えてしまうというのががんであります。つまりですね、大腸がんでは上皮成長因子受容体 EGFR とかですね、グルタチオン S トランスフェラーゼパイ GST パイって言いますけども、こういうのがですねたくさん異常に増えている状態であります。したがって小さながんを発見しようとすれば、この EGFR に対する抗体に光るものをくっつけてあげてくっつけるとかね、あるいは青の GST パイによって光る物質、蛍光物質になるようなものを作ってあげたら発見できるんではないかというふうに僕たちは考えてきました。そこでこの蛍光標識抗体を実際に試験管の中で大腸がんにくっつけてみる、かけてみるとこの写真のようにきれいに蛍光を発色することが分かりました。また同じように GST パイ活性型の DNAT-ME って言いますけども、それを試験管で細胞にかけると右側のようにきれいに光ることが分かりました。次にですね、動物ヌードマウスにですね、がん細胞を植えるとだんだんがんは大きくなってくるんですけども、そこに先ほどの標識抗体を注射してあげると、この真ん中の写真のようにがんがピカッと光ってくれることが分かりました。こうやってやると非常に発見しやすいと。でそこに抗がん剤を使ってがんを小さくしてしまうと右側のようにがんも蛍光も小さくなってくることが分かりました。同様にですね、例えばヌードラットっていう動物に大腸がんを内視鏡で入れてそこに植えてあげるとくっついてどんどん生えてがんは大きくなってくるんですけども、そこに先ほどの蛍光標識 EGFR 抗体を注射すると右側のようにきれいにそれは光って、こうやって内視鏡で小さながんを発見できるんではないかというふうに今考えています。大腸がんというのは大腸ポリープ腺腫っていうのからできることが分かっています。大腸ポリープは一番左側にあります小さな1ミリ以下の ACF というですね小さいものからできることというふうに考えられています。この ACF というのは左側の下の方にあります通り、青い色素をかけて拡大して初めて見えるこんな小さな病変なんですね。でこれはなかなか見れないんですけども、大腸がんとかポリープでは GST パイっていうのが発現していることが分かっていて、僕たちはこれ ACF でも小さいんだけども GST パイっていうのがたくさん出ているということを発見してきました。そこでですね、まず最初に先ほどの DNAT-ME っていう GST パイで光るようになるものを人のこれ手術標本ですけども、大腸がんとか大腸ポリープにかけてみたらこのようにきれいに光って非常にきれいに分かることが分かりました。で最後にですね、この小さな1ミリ以下の ACF にもですねこのように DNAT-ME をかけるとピカッと光ってくれることが分かったので、つまり1ミリの ACF がたくさんあることが分かるんですね。でこれが分かれば近い将来大腸がんになってしまいそうな人を簡単に発見できるんではないかというふうに今考えて我々のこの研究を進めています。